観光地を巡る旅もいいけれど、地元の人が食べるご飯を食べて暮らしているように過ごす旅もいい。今回は朝から晩まで美味しいローカル食堂を巡りながらゆったり過ごす一日旅のコースです。こんにちは、こんにちは。韓国在住ローカルグルメ YouTuber のカオです。今回は朝から夜まで地元の人が通うローカル食堂を巡りながらソウルで暮らすように過ごす一日旅 Vlog です。今私は旅の出発地点インチョン空港にいるんですが、旅行では地図でお店を探したり交通ルートを調べたり連絡を取ったりインターネットが不可欠になるので、まずはネットをつないでいきます。私が海外旅行でよく使っているのがエラロの eSIM です。エラロは海外で使える eSIM をアプリから購入・インストールできるサービスで、物質 SIM カードを入れ替えることなくモバイルデータ通信が使えます。eSIM はすでに使われている方も多いですが、これからという方のために説明すると、スマホのアプリだけで購入・設定・追加購入できる、それから物理 SIM カードを入れ替える必要がない、空港についてすぐに利用開始できるという点でとても便利なので、海外旅行ではいつも使っています。今回は韓国で3日間使える 1GB を購入して実際に1日使用してどのくらい消費するかも検証してみたいと思います。エラロは概要欄のリンクかこの QR コードからダウンロードできます。今回は韓国プランを選びます。データをたくさん使う方はデータ量無制限プラン、検索や連絡が中心なら必要な容量を選べます。チェックアウトで決済方法を入力。初めて利用する方はプロモコード KAO カオと入力すると3ドルオフで購入できます。なので今回購入する 1GB プランなら実質1ドルで購入できます。これで購入します。次にインストール、有効化して、これであとは現地に到着してから設定、モバイル通信、エラロの回線をオン、データローミングをオンすると画面右上のアンテナ表示が切り替わってネットがつながります。ではネットもつながったので早速ソウルのローカル食堂1日コースに出発します。朝ごはんは地下鉄1号線シンソルトン駅から少し歩いたところにある主にテソンチップ、韓国のソウルフード酔いざましスープヘジャンク60年の老舗。注文はやっぱりヘジャンク。刻んだ青唐辛子、貝の塩辛、大根なますにキムチ、重くないのに肉の風味とコクがしっかりあるスープ。中には牛の血の塊ソンジと白菜の外の葉を茹でたウゴジ、ご飯も最初から入っている。薬味を溶かして少し辛くする。すっきりしながらも濃いスープと一緒にご飯がさらさらと胃に流れていく。自然な味付けの大根も熟成したキムチも美味しい。私が気に入っているのはこのウゴジがたくさん入っていること。美味しいスープをたっぷり吸ってくたくたに煮えたウゴジで食物繊維もたっぷり取れる。ソンジは低カロリーで鉄分、タンパク質たっぷり。ほろっと崩れる固めの豆腐みたいな食感で意外と癖がない私の大好物。ご飯の量が多すぎないので最後までさらさらと食べられるのもいい。韓国ではお酒を飲んだ後や翌朝にヘジャン、酔いざましといって
すっきりした熱いスープを飲む。肉やもつの入ったクッパもあれば、もやしスープみたいなすっきりしたスープや、インスタントラーメンさえヘジャンになる。本当にアルコール分が分解されるのかは謎だけど、体は温まるし、美味しさが不調をかき消してくれるし、このクッパの場合はバランスよく栄養補給ができて、元気が出るのは間違いない。お酒をたくさん飲んだからという理由で、この美味しいクッパを食べられるのも嬉しいけど、飲んでなくたって朝から張り切って食べたくなる酔いざましスープです。午前中は大好きなチョンニャンニ市場を歩く。お昼ご飯は市場の食堂で、ビビンバとチゲの店、麦飯ビビンバと発酵大豆のチョングクチャンチゲ、これで8000ウォンの完全市場価格。チョングクチャンの香りはかなりマイルド。口の中で大豆がとろっと溶けて、まろやかな豆スープになる。同じ大豆でも天ジャンとはまた違う優しいコクのある味。わらびのエゴマ和え、チュナムルの和え物、辛い大根なます、大根葉のキムチ、豆もやしナムル、麦飯にオン、コチュジャン少量、混ぜる。混ぜすぎかなと思うくらい混ぜる。おいしい。シャキシャキポリポリ、新鮮なナムルそれぞれの食感や風味が麦飯のあちこちから現れて、それをコチュジャンの深いコクがまとめ上げている。コチュジャンを少なめにしたので、ナムルの個性が生きたまま味わえる。結構量があると思ったけど、どんどん口に運んでしまう。そしてチョングクチャンも入れる。豆の優しい旨味まで加わって、もう複雑で説明のしようがないけど、いろんな味が重なって層になって、ちゃんと一つの美味しさになってる。そして体も喜んでいる。お昼時になると市場の買い物客で行列ができる。買い物ついでに市場で食べる食事が家で食べるより健康的なんてすごいことだと思う。
오미자 에이드 한 잔 주세요. 보내드렸어.午後はキョンボックンの西側、ソチョンを探索する。ソチョンは古民家や昔ながらの路地にカフェや雑貨屋が溶け込む街。でも道がすごく入り組んでいるので、地図アプリなしには行きたい場所にたどり着けない。ここでもネットに頼ります。晩ご飯はウルチロへ。交通ルート検索のお世話になってすぐ到着。ウルチロは印刷や金属加工などの小さな町工場が密集する中に、地元で長く愛される食堂や飲み屋が潜んでいる。今日は一人でも食べられるポッサム定食を食べたい。ご飯、天ちゃんスープ、キムチ、どんぐりゼリー、じゃがいも炒め、からしなキムチ、豆もやしナムル、サンチュ、ゆで豚とポッサム用キムチ。一人でもすごい晩ご飯になった。お疲れ様です。薄切りのゆで豚に網エビの塩漬けをつけてキムチと一緒に。おいしい。薄切り肉は口当たりが良くて赤身もしっとり。サムジャン、肉、
キムチ、ナムル。天ジャンよりの甘くないサムジャンで味が引き締まって美味しい。薄切りしっとり肉が野菜とよくなじむのでどんどんいける。おかずも素朴ながら美味しいのでおうちご飯を食べているような安心感がある。チョンラナムド名物からしなキムチも嬉しい。干し大根で自然な甘みのあるヤンニョムたっぷりキムチがいい仕事してる。プリッとした脂身としっとり赤身と少しのゼラチン質のコリコリした食感が良くて、ご飯もお酒も進むゆで豚。6時過ぎたら地元客でほぼ満席。1万ウォンちょいで大満足な夕食になる価値ある食堂です。近くに来ていた友達と待ち合わせて軽く一杯飲む。トーストもあるし、おつまみ一つとお酒のセットが軽く飲みたい時にちょうどいい。ここはカメクといって食料雑貨店でお酒や簡単なあてが出てくるスタイルの飲み屋で、ウルチロにたくさん隠れている。売り物のお菓子や乾き物も当てにできるので、干しだらスナックの青唐辛子マヨ味に挑戦。カメクにはパーティー明けが似合う。というか思ったより甘い。甘い。確かに甘い。もっとなんかガチでピリッとくるかなって思ったけど。味の着地点がわからなかったので食感を楽しむことにする。ああ、すっきりしてる。いいね、確かに間のね、変ぼぎ。店の小さなガスコンロで焼きたての卵焼き。熱々で柔らかくてほんのり塩味で、特別なものじゃなくていい、こんなおつまみが最高だ。キムチなども出してくれるので一杯のお供には十分。何よりカメクの最大のおつまみはこのシチュエーション。遠足のおにぎりが美味しいように、こんな場所で飲むお酒はプライスレスな楽しさと美味しさがある。カメクは最高のローカル飲み屋だ。以上、ソウルで朝から晩までローカル食堂を巡りながら暮らすように過ごす一日でした。今日はエラロを利用して地図検索や移動に活用したんですが、実際に1日で使用したデータ量は 0.5GB でした。エラロに興味のある方は概要欄のリンクかこちらの QR コードからダウンロードしてプロモコード KAO と入力すると初回限定$3オフになります。海外旅行の予定のある方はぜひ活用してみてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アンニョン。